こんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。このチャンネルは楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、それから描き方など様々なアートな情報をお届けしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから高評価もいただけるととても嬉しいです。さて、今回の動画なんですけれども、バラの花を描いてみたいと思います。今回はバラを描くのか。はい、これがモチーフのバラです。綺麗なバラだね。さて、バラの美しさを際立たせている特徴の一つとして、この幾重にも重なった花びらがあると思うんですけれども、この花びらってただ枚数を多く描くだけだと、なんというかごちゃごちゃしてしまって全然バラらしくないね、そんなことってよくあると思うんですけれども、ではどういう風に描いていったら良いのか。まずはアートライアングルの見るから始めていきましょう。よしアートチャンネルその1、その2、その3では花の萼の枚数と花びらの関係、さらにはその花が果実として実った場合の形との関係についていろいろ見ていきました。では今回も萼の枚数がどうなっているのか、そこから見ていくことにしましょう。ちなみに先ほど言った萼、花びら、果実の形の関係について知りたい方は、よしアートチャンネルその1、その2、その3をぜひご覧ください。宣伝会。さあ、萼が何枚あるか数えてみましょう。見ての通り5枚あることがわかります。萼が5枚だったら花びらも5枚なんじゃないの？確かに花びらの枚数とても多いですよね。実はこのバラ、八重咲きという種類のバラなんです。そしてこれが一重咲きという種類のバラです。花びらが5枚ありますね。一重咲きの場合、萼が5枚、そして花びらも5枚です。では八重咲きのいっぱいある花びらって何なのか。実はこのおしべが変化したものなんですね。このいっぱいあるおしべが花びらに変化したなんて、バラって不思議な花ですね。なるほど。ということで、今回のモチーフである八重咲きのバラの方に話を戻しましょう。萼が5枚だということは分かったんですけれども、じゃあ実際花びらってどうなんでしょう。ちょっと見てみましょうか。一番手前に大きな花びらが3枚ありますね。今度はバラの花を横から見てみます。こうして見るとね、バラの花びらって何層にも重なっているんですね。さっきの萼の枚数を数えた写真で花びらが3枚あると言いましたよね。それがこの3枚です。黄色く色が変わったところだね。そしてその手前にさらに3枚の花びらが並んでいます。緑色の花びらだね。さらにその手前には3枚の花びらがこのように並んでいます。今度は青色に色が変わったところだね。さらにその手前には5枚の花びらがほぼ同じ位置に並んでいます。この黄色く色が変わった5枚の花びらだね。さあ、その手前はというと、この3枚の花びらが同じ位置に並んでいます。緑色の花びらだね。その手前というか中央部分はですね、もはや細かい小さな花びらがいっぱい重なってて、どうなってるかわからないんですけれども、でも全体として見るとなんか三角形の形が目立ちますよね。確かに三角っぽい形だね。そして中央部分は花びらが渦巻き状になっています。ぐるぐる。というわけで、萼が5枚、
花びらも3枚だったり5枚だったりが同じ位置に並んでいる。そして中心部分はなんとなくですけど三角形の形にも見えています。キーワードとして3そして5という数字が出てきました。だから花びらを描くときに3枚もしくは5枚が同じ位置に並んでるという意識で描くといいんじゃないでしょうかね。でもそれって他のバラでも同じなのかな？すべてのバラにこれが当てはまるとは思わないんですけれども、でも少なくともこのバラはこの3と5という数字を意識して書くことが大事だということは分かったはずです。これはでも他のバラでもちょっと検証する必要はありそうですね。ではここまで分かったことを意識しつつ制作に入りましょう。まずは全体の形から描いていくんですけれども、一番奥にある大きな3枚の花びらのそれぞれの頂点というか一番とんがっているところの位置関係を見ていきます。それぞれのとんがっている部分がどういう角度でつながっているのかということを直線を引いて今描いています。はい、というわけでそれぞれの花びらが3枚もしくは5枚がですね1セットとなって何層にも重なっている様子を意識して形をとってみました。ここからは全体の大きな明暗を塗っていきます。右下の花びらの影が大きく落ちているところがなかなか綺麗だなと思いますね。そこを中心に今描いています。光の方向を意識して花びらに明暗をつけていきます。いかがでしたでしょうか。今回の動画ではバラの花をそれぞれの花びらが階層ごとに分かれていて何枚あるのか、それをもとにね、デッサンをしていきました。その方がね花全体を大きく捉えられるので正確にしっかりと描けるんだなというふうに思います。動画の中でも言いましたけれども、他のバラがねどうなっているのか、花びらの枚数の関係ですよね。ちょっとやっぱり僕自身調べてみたいなというか検証したいなというのはねちょっと思いましたね。機会があればまた皆さんに、ご報告したいと思います。はい、というわけで今回の動画は以上です。お疲れ様でした。そしてご視聴ありがとうございました。ということで次の動画ではまたお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。バイバイ。